ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの内なる戦いについて取り上げようと思います。前回の動画において、ロシア軍がこの2月にも大規模な攻勢に打って出て、再び占領地域を拡大させようとしていることを取り上げました。こうした軍事的な緊張が高まっている中、ウクライナの政権においては現在、汚職問題から波及する責任問題をめぐって、高官が更迭されたり辞任する事態へと発展しています。ウクライナは汚職大国と呼ばれるこの問題について少し言及しておきましょう。まず、軍事面においても影響が出るのではないかと言われている国防省の交代のニュースから、現在ウクライナがどのような立場にあって、汚職問題と向き合っているかについて解説していきます。ウクライナ国防省交代へ、後任に情報局トップ。ウクライナ与党の幹部は、レズニコフ国防相が別の閣僚ポストに移動し、後任に国防省情報局長のブダノフ少将がつくと明らかにした。1月以降同省を含む政府内の汚職疑惑が持ち上がり、人事の刷新を求める声が上がっていた。左の写真の人物が現職のレズニコフ氏、そして次期国防省の責任者になろうとしているのが右のブダノフ氏です。ただし、レズニコフ氏の解任は本人に何か汚職問題が湧き上がっていて、やめろという声が上がっているのではありません。彼が国防大臣である以上、国防省の管理責任を問われているのです。国防省交代の背景には、1月に浮上した汚職疑惑に伴う政権内の綱紀粛正がある。人道支援用の車両を私物化したなどと批判を受けたティモシェンコ大統領府副長官が辞任したほか、国防省では食料調達をめぐる疑惑が報じられ、高官が更迭された。汚職はウクライナが長年抱える問題だ。国際社会の信任を失いかねない事態を重く見たゼレンスキー大統領は、綱紀粛正や人事の刷新を行う考えを示していた。旧ソ連構成国の一つの特徴として、腐敗が蔓延している問題があります。ソ連崩壊以後、それぞれの国において汚職対策が進められ、東ヨーロッパの現在 EU に加盟している国では、かなり汚職追放が進みました。しかしウクライナでは根強く汚職の文化がありとあらゆる面でまだ残っている状態です。そのため、国家の汚職度ランキングにおいては、現在116位です。180カ国中116位ですから、真ん中より下の位置にあり、日本などと比べるとかなりの腐敗状況がわかります。そのことがピンとくるのが、同じ116位にフィリピンがあることです。ちなみに現在戦争状態にある相手国ロシアは、ウクライナよりもさらに低い137位です。ちなみに日本の汚職度ランキングは18位。アジア勢では最も汚職がないと評価が高いのはシンガポールです。そして、ウクライナの国民がこのことをどう考えているかといえば、汚職が蔓延していることを良いなどとは全く考えていません。ウクライナでは2014年以降、国家反汚職局 NABU、国家汚職防止局 NACP、反汚職特別検察官室などが発足し、政治政策として汚職撲滅というのが非常に重視されるようになりました。ところが実際にこうした組織を作ったからといって、じゃあうまくどんどんと進んでいくかといえばそうではなかったというのが国民から注目されていました。ですから、しがらみのある政治家では、このような汚職摘発はできないのではないかといった声があったことで、政治家ではない元芸人のゼレンスキー氏が選挙に勝って大統領に就任することができたわけです。なお、ゼレンスキー大統領は俳優として大統領になって世の中を良くしていくぞというドラマの主役で人気を得ていました。しかし、汚職撲滅を進めていくんだとして大統領に就任したゼレンスキー氏でしたが、今度は政治家ではなかったということから政治指導力を発揮することが困難だったために、ウクライナ国内では人気が高まることはなかった。そのような状況を見て、ロシアのプーチン大統領はウクライナなどをひとひねりにできると考えたんだと言われています。では、国防省トップの責任者交代人事が発表されたその背景には何があるのでしょうか。そこには、ゼレンスキー大統領自身だけではなく、外圧もかなりかかっていることを理解しなければなりません。外圧をかけているのは現在、ウクライナに対して支援を強力に行っているアメリカ、EU がかなり前に出て、積極的に汚職撲滅を進めるように、ゼレンスキー大統領に迫っています。汚職の一掃を求める EU の要求。地方、外交、財政など30以上の分野で国の制度を EU 基準に合うものに改定することを求めています。また、そうして改正された制度などが
汚職の影響を受けることがないように汚職撲滅を進めることが求められています。これはウクライナがまず EU に加盟したいという意思を示したことから、 EU に加盟するのであれば現在の法体系や組織づくり、様々な問題点を解決しなければならないと EU 側から要求を突きつけられています。その中においてはどのように制度を作ったとしても、その制度が機能するような状況、つまり汚職撲滅をできていないんであれば EU 加入はできませんよと圧力を加えているわけです。ですからウクライナの汚職撲滅というのは、まず国内の支持率が高まるか低くなるかについて直結する国内問題であると同時に EU 加盟を目指す上でも重要で、さらにはその上に現在は軍事支援も入っていることから、支援した物資が適正に管理されているかどうか、欧米各国から厳重な管理が求められているわけです。ちなみに欧米と言いましたが、ウクライナに対する軍事支援、経済支援、人道支援、その総額からして、まさに欧米がウクライナを支えている現状です。ウクライナへの軍事支援はまず第一位がアメリカ、人道支援はアメリカ、そして財政支援は EU が行っています。そしてアメリカは全体の4割、累計で7兆円規模の支援を行っており、それだけにアメリカからウクライナに兵器を供与したり、経済支援で様々な物資を渡すときに、これらが横流しされないように、ウクライナに対して圧力をかけているわけです。そしてこのプレッシャーを受けた状態でゼレンスキー大統領は、国内の汚職対策を進めようとしているわけです。旧ソ連構成国の一つの特徴として、ソ連時代からそもそも汚職問題というのは蔓延していたので、それに加える形でソ連崩壊における経済危機がありとあらゆる階層に不正の温床をもたらしてしまったということがあります。それぞれの国や地域などにおいて大きな力を持つマフィアと政治家が結託するなどという話はよくあることですし、また役人や軍人などがそれぞれの職権を乱用することによって私腹を肥やすなどといったことも、これもまた伝統的に行われてきたことです。だからといってこれが良いと考えているわけではなく、それぞれの国において汚職摘発が進められ、正常化に成功した国においては EU への加盟が認められた国も現にあるわけです。ちなみにプーチン大統領は開戦時における軍を進める時の一つの理由として、ウクライナが汚職大国であり、国家の体を成していないといったことなどを一つの理由としていました。しかし汚職度ランキングで言えば、ウクライナよりもロシアの方がよりひどい国なのですから、ウクライナに対する侵略として汚職が原因だなどという権利は少なくともプーチン大統領にはないでしょう。ただしこの点について言えば、たとえ汚職があったからといってそれを理由として軍事侵略してよいなどというそのような正当性は一切ありません。また、汚職があるんだからこのような国に武器支援を行うのもやってはいけないなどというのも、これもまた極端な意見でしょう。そもそも現状認識として考えなければならないのは、侵略する国と侵略されている国というこの2つの国があって、侵略されている国は国際法に基づく自衛権の発動に基づいて戦っている国であり、一方においては国際法を破って軍事侵略をしている戦争犯罪者であるということをしっかりと認識する必要があります。明確な立場の違いから考えて汚職があるかないかなどというのははっきり言って関係のない話です。関係がある部分について言えば、兵器を供与した場合においてその兵器が横流しされていないか、誰かの私腹を肥やすことに使われていないか、その部分について問題があり監視しなければならないし、状況も改善していかなければならないという話です。決して汚職があるからといって兵器支援を一切するなといったような話でもなければ、汚職があるんだからこの国は侵略されても良い国だなどという話には一切つながらないということを意識しなければなりません。少なくともアメリカも EU もこうしたウクライナに汚職問題があり、この問題を何とか改善しなければならないと考え、ゼレンスキー大統領にことあるごとに汚職摘発を進めなさいと話していることは明らかです。EU のフォンデアライエン欧州委員長は何度となくゼレンスキー大統領と会って会談をしていますが、その都度ウクライナ支援を表明しつつ、実務の話としては支援するからにはウクライナの国内問題としてこの汚職撲滅を進めてくださいという話を何度となく繰り返しています。こうした話は一見すると内政干渉ですが、少なくともゼレンスキー大統領はこうした汚職撲滅を進めるべきだという欧米からの
求めに応じて少しでもこれに応えようとしているわけです。ですから今回国防大臣の交代劇が発生していますが、国防大臣自身に何か疑惑があるかではなく、国防省に問題があり、この管理責任を問われて交代することとなったわけです。より厳しく罰していきますよというメッセージを発するものであり、現在が戦争状態になければ、これほどの交代劇は発生しなかったでしょう。ただし、汚職撲滅を進めるにしても、ゼレンスキー大統領の政治指導力が不足して、供与されている兵器がどんどんと海外へ燃え出るようなことが起これば、当然のようにゼレンスキー大統領は批判を受けることとなります。またそのようなことがあれば、ウクライナ国民からの支持も下がり、戦争を続ける上で様々なところで障害が発生するでしょう。ですから国際法を破って戦争犯罪を繰り返してロシアが勝たせないようにするためには、例えば日本の場合だと開発途上国に対する警察組織の育成支援や選挙監視団への人員派遣など様々な支援を行っている実績があります。ウクライナにおける汚職撲滅というこの政治的な動きを少しでもサポートするような人員派遣やアドバイザーの支援など、日本には何かしらできることがあるのではないかと思います。少なくとも現在のところ日本からの支援は軍事支援はなし、人道支援や経済支援も少しはやっているんだけれども、明らかに欧米に比べると桁数が少ないというのが現状ですから、何か実のなる支援を日本としては行ってほしいものです。というわけで、今回の動画においてはウクライナが軍事面においてロシアと戦いつつ、国内問題として汚職撲滅ともまた戦わなければならない、そのような土壌であることをご紹介しました。なお、今回の動画においては汚職度ランキングを紹介しましたが、このランキングサイトの公表としては、ウクライナは汚職撲滅を進めて改善傾向にある数少ない国のうちの一つであることを忘れてはなりません。世界全体を見れば、むしろ軍事独裁国家やもしくは政権はあるんだけれども汚職が進んでしまう状態の地域や国なども増えており、改善傾向を示している国は多くはないということは押さえておくべきポイントです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。